皆さんこんにちは、よみと申します。私の今家にある、ものの中にフライパンというものはありません。以前はあったんですけど、それは今はないので、もし何かを焼こうと思った時は、お鍋でそれをやっています。フライパンを一つ買って、でお鍋を一つにするっていうことはできるかなって思うんですけど、でもお鍋は2つ、あった方が便利かなっていうふうに思っているんですよね。麺類を茹でる時とかそういうのでも一つは温め用の、お鍋で、小さめのお湯もそのお鍋で今沸かしているんです。以前だとティファールのケトルを使っていたこともあるんですけど、なんかワット数がやっぱり高いのかなと思っていて、以前の私は住んでいた家にはそのケトルを置いてたんですけど、それは今なくしていて、長年使っていたので、これとそのケトルと、電気、コンロだったんですよね。今はガスコンロが2口ある家に住んでいるんですけど、以前の家だと、電気コンロだったので、その2口あったんですけど、一口だったとしても結構そのワット数を持っていかれてブレーカーが落ちるっていうようなことがあったりしていたんですよね。だからという意味だけでもなくて、私はケトルは使わずに今はお鍋で、お湯を沸かしています。ポットがあった方が便利かなと思うこともあるんですけど、今のところは、ポットではなくて、お鍋が2つあるので、そのうちの小さめの方のお鍋で沸かしているっていう、それを使って、お茶、温かいものとかを飲んだり、普段のお湯を沸かしたりっていうことはしています。それで焼こうと思った時っていうのはお鍋で今はやっている。あんまり手のかかるような料理はしないので、もう本当にもしなんかするとしたらお鍋一つでできるもの、そして野菜とか、例えば以前だったら包丁があった時にはまな板もあってカットしていたりとか、それなりに皮を剥いたりとかっていうこともやっていましたけど、今もしやるとしたらなんかそういうカット野菜は売っているので、そういうのでやるかなって思っていますが、あんまり、最近はそういうあんまり、やっていないなと思います。でもう本当になんかシンプルにできるだけ物を置かないような生活をしているということもあり、ちょっとね最近お肉を食べたいなって思ったんですよね。で近くでお弁当を買おうかなって、焼肉弁当を買おうかな、コンビニでもいいけどと思って行った時によくよく考えてみたら、行こうと思ったお店が閉まってたっていうのもあるんですけど、そうではなくてご飯は家にあるっていう場合、私はご飯はそれこそ以前だったらジャーを置いていたこともあるんですけど、もうジャーは使わない。今はもうレトルトのパックのご飯を買っていて、最近ちょっとまとめ買いをしたんですけど、やっぱりいつもご飯を食べるっていうわけではないので、決められた量で食べれるっていうそのパックご飯が気に入っているんですよね。なのであんまりご飯を毎日食べるとかっていうことじゃなかったにせよ、パックご飯は便利かなって思って、そういう食べ方をしています。で例えばコンビニとかに行ってお弁当を買うとか、コンビニじゃなくてもそういうものを買うっていう風になった時、
やっぱりご飯が一緒になっているようなものが目につきやすいというか、がっつり食べたいけれどもご飯は、家でそれこそ温めて食べればいいかなとか、ご飯を例えばジャーとかで炊く人とかでまとめてそのラップとかにくるんだりとかして保存している人とか、私は以前だとそういう風にやっていたこともあるんですけど、冷凍しておいてとか。でも今はもうそういうことはしないでパックご飯を食べているっていう感じですね。でそのご飯だけを別にすることによって余計なゴミが減らせる。どうしてもかさばったりとかするプラスチック類が気になったり、紙であったりする場合もありますけど、やっぱりそれなりにゴミの問題が出てくるかなと思うので、それを減らすためにはご飯は家にあるものを食べるっていう風にしたいなって思ったら、そしてあんまり料理とか買ってきてまた買ってきたらそのパックとかもあったりすると思うんですけど、それは仕方ない部分もあると思うんですよね。だけどなるべくそのご飯分の容量があるようなお弁当とかに関しては家で食べる場合はそんなにいらない、私の場合はいらないかなと思っているので、そうやって考えた時に今冷凍食品でいろんな手頃に食べられるようなものが出ていることもあり、私は結構そういうのも買ったりしていて、最近セブンイレブンで購入したものがあって、それがセブンプレミアムの牛カルビ焼きと、牛塩ホルモン炒めだったんです。お肉が食べたかったんですよね。で焼肉屋さんに行こうと思っていたっていうか、お店で食べるわけじゃなくて、本当はそこは丼物だと思うんですけど、なんか前に買ったことが1回だけあって、なんかちょっとやっぱりがっつり食べたかったんですよね。だけどなんかお店が開いてるような雰囲気ではなかったので、もうコンビニでこの日は購入しようと思ったんですけど、コンビニのお弁当とかでもそれなりに金額はするし、冷凍食品においてもパスタとか売っているのは目立ちますけど、なんかあんまり単品で今焼き鳥とかでも美味しそうなの出てたりとか、美味しいのが出てたりとかしますけど、この中で私はその牛カルビ焼きとこれだけだと足りないだろうなと思ったので、牛塩ホルモン炒めを買ってご飯は家で温めて、この2つも冷凍食品だったんですけど温めて家で食べた。それで思ったのはどちらもすごく食欲をそそるというか、ご飯と私は一緒に食べたい派なんですけど、とにかく余計になんか焼肉が食べたくなった気分になりました。で、なんかすごく味わえたしっかり味付けがされているっていうことと、なんかやっぱり焼肉屋さんに行ったような気分にはなるから、余計に家で食べていても食べ応えはあるんですけど、だけど焼肉屋さんに行きたいなっていうふうに思う今日この頃というか、最近ちょっと思ってはいるんですけど、で行けないこともないけどでも行く機会は、なんか最近ないなって思っているので、またなんか行きたいなって思っています。ちなみにこの牛カルビ焼きと牛塩ホルモン炒めですけど、牛カルビ焼きが298円で、牛塩ホルモン炒めは398円、合計751円でした。で、これ税込みの金額にはなるんですけど、どうでしょうね、なんかしっかりがっつり食べたいなっていうふうに思って大満足っていうような状態っていうよりは、まだ何か私は少し食べれるんじゃないかなと。ご飯をちょっと多くしてタレもしっかり食べる
タレまでしっかり美味しく食べられるっていうのはあるんですけど、でも何かしらまだちょっと心なんか、まだ食べれるなっていうそういう気分はしました。だけどこの塩味とタレ味の味わい深さはとても満足するようなものだったので、これはもうなんかハマりますね。そしてこれ以外でもなんか例えばセブンイレブンじゃなかったとしても普通に冷凍で美味しいものっていうのが出てたりとかするんですけど、今回に関してはちょっとなんか焼肉屋さんに行きたくなったなって、そういうふうに思ったっていうこともあって、だけど安定したなんか味わいを満足を得られるというか、そういうのがあるのでなんかおすすめかなって思います。でもいくつかやっぱり購入できた方がより焼肉感は味わえるのかなって。冷凍食品でもお店の雰囲気とは違いますけど家で食べるので、だけどある程度の安定具合自分で焼肉を焼いてもいいと思うんですけど、もう最近そういうことしないので安定度があって私はおすすめかなっていうふうに思っています。ということで今回終わりにしたいなと思っております。お聞きいただきましてありがとうございました。